さあ、リカパパさん、どう気分は？ちょっとドキドキするね。シェナなんと2人パパがじゃじゃん家買っちゃいました。サウナもあるし。そう、サウナもあるね。売り主さんがなんとだっていうの。そうですね。シェナ皆さんこんにちは。2人パパのみっつんとリカです。ということで今日はですね、リカルドさん、はい、ある発表がありますね。あ、そう。なんと2人パパが早速ですが、じゃじゃん家買っちゃいましたー。イエーイということで、ずっとね僕ら家を探してたんですよね。そうですね。ここのアパートっていうかレイゲンヘッドってスウェーデン語では言いますけどに住んで3年ぐらいも経つんだけど、やっぱり息子くんが大きくなってきて2歳ぐらいの時にここ入ったのかな。やっぱ大きくなってきてだんだんこう手狭になってきたなっていうのと、でもう一番こう決め手になったのはやっぱりコロナの影響で在宅勤務が2人とも在宅勤務になったことで、やっぱりもう仕事場がないっていうのと、ここも今僕ずっとここで仕事してんだけど、もうこれ寝室だから。僕は台所で。そうだね。キッチンテーブルで。そう。だからもちろん息子くんは普段こう幼稚園に行ってるから大丈夫だけど、それでもやっぱりもう仕事と生活の区別がなくなっちゃったりとかするのも問題で、特に僕なんか、あれもやんなきゃこれもやんなきゃってこう寝室にいてもこの画面が見えてると仕事したくなっちゃうみたいなところもあったりとかして、なかなかこう落ち着かないし、こう物も増えていくしっていうところでずっと探してたんだよね。そうですね。ホームオフィスが絶対必要です。そう、もう別部屋で欲しいなっていうのがあって、でここスウェーデンは広い家も多いし、ここ結構田舎でね、そんなにこう狭いところばっかりでもないので、こうずっと家を探していたんですけど、今回ようやく見つかってちょっと前にね契約しに行ったんですよね。そうですね。あ、そうだ、契約しに行った時の映像ちょっと撮ったからさ、それ見てもらおうかな。どうぞ。さあ、リカパパさん、人生で一番高い買い物をします、今から。そうね。どう気分は？ちょっとドキドキするね。そうね。じゃあ、行きますか。行きましょう。いつはこんな感じ？いや、楽しみ。楽しみ。ちょっともうコントラクト、書類がめんどくさいだけで。ね。説明しないと。そうね。ということで思い出したあの頃。思い出した。そうということで、今回買ったその家の話をちょっとご紹介をしたいなと思っています。もちろんルームツアーとかそのうちねやると思うんですけど、引っ越したらとりあえず今回どんな家を買ったかっていうね、ちょっとこう予告じゃないんですけどお話ししていきたいと思います。今回買った家はいわゆる一軒家、家なんだけど、ラードフースっていうこちらでは言われていて、日本語でいうところの長屋なんですよね。全体つながっていて、中で世帯ごとに仕切られていて。そうね。一軒家ではないですけど、庭は。そうだね、庭はあるね。だから庭もすごい広いし、その庭側はもう森になってるから全然誰からも見られないし、お隣さんとかはねちょっとつながってるんだけど、庭がちょっとだけでも敷地としてはちゃんと仕切られていて、庭付きのガレージ付きのお家ですね。はい。で広さが 4LDK だから4つ部屋があって、リビングとダイニングキッチンが別であるっていう感じだね。なので今住んでるところ 2LDK なので2つ部屋が増えるわけですよ。だから1つはメインベッドルームが僕らの寝室になって、で次息子くんの子供部屋があって、あと2つはそれぞれ仕事部屋にしようかなとは思ってます。でもちろんお客さん来たらそこがねゲストルームにしたりできるので、それで使っていこうかなとは思ってるんですけど、築何年だっけ？結構古いよね。こっちはやっぱ新築の家ってあんまないよね。76年。1976年。昭和昭和56、昭和51年だね。
昭和で言うと。そう、でもまあ、リノベーションがしっかりもう住んでるので、ものすごく綺麗になってて、まあもちろんされてない家もあって、そういうとこはまた安かったりとか、リノベーションが住んでるとやっぱりそれだけ価値が上がってたりとか、なんかそういう感じで値段も決まってくるんですけど、まあ、今回の家はもうほとんどリノベーションが済んでて、しかも僕らのそのテイストに合うような感じなので、すごいいいなと思って、もうサウナもあるし。そう、サウナもあるね。そうだ、4LDK って言ったけど、それプラスサウナもあるし、あと、ありがたいのがさ、トイレ2つあるんだよ。もう今すっごい大変。なんかさ、ずっとやっぱ家にいるってことはさ、それだけこうトイレが重なる時間もさ、多いじゃん。入ろうと思ったら入ってるとかさ、地下じゃないけど、半地下みたいなところにこう、バスルームがあって、そこにサウナもあって。でも、サウナ、それ、普通です。北スウェーデン。みんな持ってる。一軒家ならほとんどみんな。あるね。まあとにかく僕らのところはそのサウナがありまして、でエリアもね、息子くんが行ってる幼稚園の近くっていうことで通いやすいし、他にお友達もちょうどいたっていうのもあって、日本人の方とかね、家庭とかもあって、ちょうどもういろんなことがいいなと思ってそこに決めた。職場も近いね。そうだね、理科のね職場も。まあ皆さんは気になるところだと思うんですけど、おいくら万円なのかっていう。まあ皆さんは気になるところだと思うんですけど、おいくら万円なのかっていう。どうする？言う？それはちょっと言わない。言わない。あ、じゃあリカパパのNG が出ましたので言いませんけれども、でもローンは組んだでしょ？ローンは一括では買えないからね。そう。まあでも値段はそんな高くない。でも一番ボロボロで安いところではない。そうだね。割とこのエリアでは割とこう平均ぐらいな感じだと思います。この大きさだったらね。そう。まあでもさ、ローン組んだからちょっと頑張って働かなきゃいけないんだけど、何年働かなきゃいけないんだっけ？最初30年。ああ、そうか。でもそれよりちょっと早く返したいと思います。そうだね。まあ早く頑張ってできれば返せばいいけど、まあ最長でゆっくり見積もって30年のプランがあって、でしかもあれなんです。日本だとよく変動金利と固定金利っていうのがやっぱり皆さんポイントになってくるらしいんだけど、そうね、スウェーデンも一緒。でも多分僕らはローンの3分に分ける。あ、はいはいはい。3つのこう期間に分けるってことね。まあ短期金利、中期金利っていうのかな。一番長期金利はそういうのはあんまりない。あ、そうか。結構30年まとめて固定ってことはないね。ない。だいたい5年までロック。フィックス。はいはいはい。もう決まった固定金利があるけど、それはその5年とか10年もある。はいはいはい。でも現在、1年から5年までは。決まってるけどね。はいはいはい。まあそれによって、まあやっぱ返す値段とか、まあうちらのやっぱり年収とかも変わればね、早めに返せることもあるかなとは思っているので、頑張って働きましょうね。さあ、まあその今ローンの話をしたんだけれども、まあそうするとやっぱ銀行の審査とかどうやってこう買っていくのかみたいな、まあ日本の買い方僕ら知らないからちょっとよくわからないんだけど、スウェーデンのね、スウェーデンで家を買うときはこんな感じっていうのをちょっと話をしていこうかなと思ってるんだけど、まあやっぱり一番大事なのはスウェーデンで家を買うときはこんな感じっていうのをちょっと話をしていこうかなと思ってるんだけど、まあやっぱり一番大事なのは自分たちがいくらぐらいのこう家を買えるかっていうことで、銀行の審査をねしてもらわないといけなくて、いくらぐらいお金が借りられるか、そのためにはもうネットで全部審査できるんでしょ今？そうですね。自分の情報、給料とかそれを入力して、そうするとこれぐらい借りれますよみたいな。そうですね。でもそういうなんていう銀行からのプロミスは3日から1週間ぐらいを待たなきゃいけない。あ、でもそれぐらいで結果が出るんだね。クレディットのチェックがあるから、例えば他に借金してないかとか、クレジットカードの
返済がいくら残ってないかとか、そういうことのチェックもあるってことだよね。あと結構早いですね。うちら男同士だけどスウェーデンでもちろん結婚していて、その2人の収入を合算してこうもちろんその審査の時に申請したんだよね。うちらそれぞれいくらぐらい収入があって貯金がいくらあってみたいなのを全部申請して審査をしてもらうんだけど、やっぱり日本だとそれができないって聞いているので、日本だとやっぱ男性同士女性同士同性カップルだと結婚ができなかったりとか、あとはその結婚してないにしても収入を合わせてローンを組んだりとかっていうことができないっていう話を聞いたので、今だいぶね一部の会社とかではそういう場合でも組めるようにパートナーシップ制度の証明書があればとか、いろんな条件がそれぞれあるとは思うんだけどできるようになってるって聞くからいいだろうなと思うけど、本当にこっちではそういうのもなく申請すればねそう通るから、やっぱりなんで疑問もなくそうやってできたけど、これが日本だと今できないんだと思うと、日本も変わってくる。そう絶対変わってくる。前は多分ワンパターンだったけど現在は今はもう本当少しずつできてるからね、そういう。でもそうやって予算が決まったので、その予算の中でこうネットとかでねやっぱ探して大体こう写真がついてるからね、広さとかその情報だけ見て、でこれ良さそうだなっていうところにこう申し込むと不動産屋から連絡が来て、こう何月何日何時に内見ビューイングがあるから来たかったらじゃあ予約してくださいみたいな感じでネットで全部予約をして確認のメールが来たら行けるって感じになって、で結構僕らももう 2年ぐらいは多分そういうことしてたと思うけど、でもやっぱりロンドンに住んでた時も時々そうだね、ロンドンの時もやったけど結局買わなかったよね。そうでも実際にいてやっぱりこう写真で見るのと随分違うなとか、場所のエリアとかなんか雰囲気があんまり良くないなとか、なんかそういうのもあって決まんなかったんだけど、今回そうやって見に行っていいって感じだったね。でその時はまだねそこの人たち住んでんだよね。そうですね、住んでる人のことの方が多くて、で住んでる間にも売りに出して、だから不動産屋の方がいて案内はしてくれるんだよね。だけどその住んでる方たちはその時間帯だけこうやっぱ留守にしていて直接会わないようになっていて、で不動産屋さんがこう仲介してくれるっていう感じでしたね。でだから家具とかもその人たちのやつが全部残っていて、それはやっぱり持っていくもの持っていかないものっていうのを多分契約の時に相談するんだけど、大体が持っていって空っぽの状態で明け渡してくれることの方が多いんじゃないかな。でそれで見に行ってこうすごいいいな買いたいなこの家って思ったら、その旨を不動産屋さんに伝えて、こっからがちょっとスウェーデンっぽいのかなとは思うんだけど、日本もあるのかなこういうやり方。基本的にそのネットで出てこっからがちょっとスウェーデンっぽいのかなとは思うんだけど、日本もあるのかなこういうやり方。基本的にそのネットで出てる時も値段これぐらいっていうのは出てるんだけど、それって絶対決まってるわけじゃなくて、その売りたいオーナーさんが売り主さんがこれぐらいの値段で売りたいっていうのが相場を見てねこう決めてるんだよね。でそこから買いたい殺到する場合もあれば殺到しない場合もあって、そういう時にどうなるかっていうと大体がそのオークション形式になるんだよね。だからその希望小売価格みたいなのが出てるけど、それで最初よくあるパターンなのはその値段よりもちょっと低めにこうオークションが最初に買いたいって言い始めた人は多分その低めから始まって、でもそれよりも他にもうちょっと出してもいいから買いたいという人がいたらどんどんこう上がっていってみたいな感じで行くんだよね。タイムリミットはある場合とタイムリミットのない場合もある。でも大体なんかみんなが使えるまで基本的にはね。あとはもうこれ以上出せないって言ったらやっぱどっちかがやめるだろうし、バジェット的には OK だけど、でもこれはこの場所で出しすぎだなっていう時はやめちゃう場合もあるし、それで僕らもこうドキドキしながらやってたんだよね。何回ぐらいうち出した？一番最初の人は他にいたじゃん。そうですね。でうちともう一軒だけだったと思うんだよね多分さ、ほらうちらが内見に行った時に行ったさ家族で、あそこもすごい欲しがってたもん。でも 2,3 回はやったよね。しかも向こうさ最初知らなかったのか知らないけど低い値段じゃなくてもうその値段で出してたじゃん、一番最初の値段を。でうちらが出して向こうも出してきてもう1回2回ずつ出したのかな多分。
でその時点で向こうが多分もう出さなくなったのと、多分売り主さんももうそれで OK みたいな感じになったんだよね。ストップしたんだよね、今回17の場合は。まあ、それで決まってホッとしてもうイエーイって感じだったね、あの時はね。それでももうちょっと本当は安く買いたかったけどしょうがないね。でもいい家だったし、なかなか他に見つからないだろうなっていうのがあって。いやでも周りの一軒家と比べたらそんなに。まあそれで決まってで契約をするってことになって不動産屋に行ったんだよね、うちら2人でね。そうね。さっきもちょっと一瞬出たけど、あの時にそこの不動産屋さんに行ったら、その売り主さんもそこにいて、その仲介の不動産屋さんを介して契約書を同時にサインするっていう会があるんだよね。そうね。でもそれ言ってすごいびっくりしたのが、売り主さんがなんと2人パパ。まあそれで決まってで契約をするってことになって不動産屋に行ったんだよね、うちら2人でね。そうね。さっきもちょっと一瞬出たけど、あの時にそこの不動産屋さんに行ったら、その売り主さんもそこにいて、その仲介の不動産屋さんを介して契約書を同時にサインするっていう会があるんだよね。そうね。でもそれ言ってすごいびっくりしたのが、売り主さんがなんと2人ママだったっていう。そうですね。びっくりだったよね。でもしかも何年か前のプライドのレインボーファミリーの回で会ってんだよね、多分ね。そうね。だからお互いに会ったことありますよねみたいな感じになって、すごい縁を感じたよね。なんかその5人が、向こう2人とうちら2人と仲介の方5人が部屋にいて、ソーシャルディスタンスを保ちながらでサインするんだけど、なんか面白い、なんか面白かった。面白かったね、ちょっとね。でなんかやっぱりお互いにそういう話もちょっとしたりして、あとはうち YouTube やってるっていうのも伝えてたから、その会う前に、そういう発信をしてるのいいねって言ってくれたりとか、子供の話とかもしたり、向こうは4人も子供がいらっしゃるしだから向こうは4人子供いるから、もう手狭になっちゃって大きいところに引っ越すみたいな感じだったんだけど、DK は足りない。足りないよね。6人家族だもんね。そうでもまあそこの家族もまた近くにただ引っ越すっていうだけなので、またこれから交流があるといいななんて思ってますけどね。ちょっとびっくりだったね。2人パパ。さあということでこんな感じで家を買っていたわけなんですけど、引っ越しがもう間もなく迫っていて、準備はまだ全然できてない。まあでもとにかくうちら引っ越し6月1日が一応今のところ予定をしていて、まだ何にもパッキングも終わってないんだけど、まあそれ頑張ってねしていきたいなと思ってます。楽しみだね。楽しみにしてます。まあもちろん新しい行ったらルームツアーをしたりとか、あと引っ越しの様子もねちょっとこう撮ってVlog にして、お伝えできたらいいななんて思ってますけど、本当に楽しみにしてもうずっと言ってるよね本当にね。すぐ引っ越したいと、家の中は見たと、庭はでも庭も見たけど雪だったもんね。そう雪がすっごいいっぱいあったから、3月だったから。そうあれがどんな感じ。ここにもさ、このなんていうの内覧会の時にもらったやつの庭のさ夏の様子は載ってないもんね。載ってなかったね。衛星写真では見れたけどさ、 Google を、広いし木もいっぱいあるし、すごい良さそうだなって。小さい芝生ね。そこでそうだね。息子くんがそこで。そう表側ね、玄関側にもちょっと芝生があるから、こう遊んだりしたらいいなと思います。あとテラスも大きいからね、あそこね。テラス大きい。そうだからちょうどね今音楽鳴りましたけど、本当楽しみな時期ですけど頑張ります、引っ越しということで今日はこれで、終わりにしたいと思います。ヘイドー。